暗号資産が金融商品になる。このニュースを見て、これで国のお墨付きが得られた。税金もすぐに 20% になる。そう受け取った方、少しだけ立ち止まってください。暗号資産との向き合い方は、資産状況やリスク許容度によって変わります。今回は特定の売買を進めるのではなく、制度変更で誤解しやすい点を一般的な情報として整理します。2026年7月15日、暗号資産を金融商品として規制する改正法が成立しました。ただし、成立した日から、すべての暗号資産の税率が変わったわけではありません。価格変動が小さくなったわけでもありません。NISA で買えるようになったわけでもありません。今回の動画では、法律が成立して何が変わるのか、税率に 10% はいつからなのか、以前から持っている暗号資産は対象になるのか、金融商品になれば安心なのか、この4つを順番に整理します。その後に、50代が買い増し前に確認したいこともお話しします。お金と自由の航路へようこそ。船長です。制度の名前や数字だけに振り回されず、自分のお金を守りながら判断するための材料を、これからも分かりやすく整理していきます。よろしければ、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。まず、今回のニュースを聞いた時の、私自身の話から始めます。私は暗号資産を少額保有しています。すぐに売却するつもりはなく、長期で持つというスタンスです。だから今回の改正法が成立したと知ったとき、最初に調べたのは、今日売るべきかどうかではありませんでした。税率がいつ変わるのか、以前から持っている分も、新しい税制の対象になるのか、この2点でした。改正後に買った暗号資産だけが対象なのか、それとも、以前から持っている分も、売却した時点の制度で扱われるのか、FX などの金融商品と同じように考えて良いのか、ここが一番気になりました。調べてみると、ニュースの見出しだけではわからない条件が、いくつも残っていました。正直に言えば、すっきりしたというより、施行時期と対象条件を分けて考えなければいけないと感じました。そしてもう一つ、少し話しにくい本音があります。金融商品として規制される。将来は税率に 10% の分離課税になる。利用者や機関投資家が増えるかもしれない。こうした話を聞くと、私は買いましたい気持ちが強くなりました。暗号資産そのものの将来的な上昇にも期待しているからです。ただ、期待があることと安全性が高まったと決めつけることは全く別の話です。暗号資産は現時点でも値動きの大きいリスク資産です。私の基本方針は資産形成の中心ではなくサテライト枠で保有することです。この気持ちと方針のズレこそ今回のニュースを考える上でとても大切な部分だと思っています。では、法律が成立して具体的に何が変わるのでしょうか。一つ目は暗号資産を規制する法律の軸が変わることです。これまで暗号資産の現物取引は主に決済手段として資金決済法の枠組みで規制されてきました。今回の改正では暗号資産を有価証券とは異なる金融商品として位置づけ、金融商品取引法の枠組みで規制します。ここで大切なのは、暗号資産が株式や投資信託と全く同じ商品になるわけではないことです。有価証券とは異なる金融商品として、暗号資産の特性に合わせた規制が設けられます。なぜ規制の軸を変えるのでしょうか。理由の一つは、暗号資産が決済よりも投資対象として使われる場面が増えたからです。投資対象として取引されるなら、利用者が判断するための情報、業者の管理体制、市場の公正さ、こうした部分を強くする必要があります。改正法には、暗号資産に関する情報の公表制度が盛り込まれています。発行者がいる暗号資産では、発行者や調達資金の使い道、暗号資産の性質や機能、供給量や基盤技術、利用者が知るべきリスクなどを公表する仕組みが整えられます。
発行者がいない暗号資産などについても、取扱業者側に情報を公表する役割が設けられます。虚偽の情報を公表した場合の民事責任や課徴金も整備されます。業者に対しては、登録や業務管理、顧客に適した取引かを確認する体制、財務の健全性、システムや顧客資産の管理、事故に備える責任準備金など、利用者を守るための仕組みが強化されます。さらに、インサイダー取引規制も導入されます。発行者や取扱業者などの関係者が、公表前の重要な情報を知り、その情報を使って売買する行為を規制します。風説ノルフや相場操縦に対する規制、課徴金制度、市場監視の仕組みも整えられます。暗号資産について報酬を受け取り、取引判断につながる意見を広く発信する場合に、報酬を受けていることを表示する義務も盛り込まれています。これは、私たちが情報を見るときの透明性を高める変更です。ここまで聞くと、やはり安全になったのではないか。そう感じるかもしれません。確かに、利用者保護と市場の公正さを高める制度整備です。しかし金融庁は、この見直しが暗号資産投資にお墨付きを与えるものではないと明確に説明しています。規制が整うことは、価格が下がらないことを意味しません。取引所やシステムに問題が起きないことを保証するものでもありません。買い張り益が出るという意味でもありません。ここをまずないことが重要です。2つ目は、税率に 10% の話です。現在、個人が暗号資産を売却したり、商品やサービスの支払いに使ったりして生じた利益は、事業に付随する場合などを除き、原則として雑所得に区分されます。給与など他の所得と合計する総合課税なので、所得が大きいほど税率も上がる仕組みです。金融庁の資料では、所得税と住民税を合わせて最大 55% と説明されています。復興と区別所得税はこの数字に含まれていません。一方、令和8年度税制改正の大綱では、一定の暗号資産取引から生じる所得について、所得税 15%、個人住民税 5%、合計に 10% の申告分離課税にする方針が示されています。さらに、対象となる暗号資産取引でマイナスが出た場合、一定の要件の下で、翌年以後3年間の繰越控除を可能にする内容もあります。ここだけを見ると、株式に近い税制になると感じます。ただし、今日から一律に 10% ではありません。税制の適用開始は、改正された金融商品取引法の施行日と連動します。大綱では、改正法が施行された年の翌年1月1日以後に行う対象となる暗号資産の譲渡等から適用するとされています。改正法そのものは原則として公布の日から1年を超えない範囲で政令が定める日に施行されます。つまり2026年7月15日に法律が成立したからといってその日から税率に 10% になったわけではありません。施行日がいつになるか、その年の翌年1月1日がいつになるか、この順番で確認する必要があります。そして 20% の対象はすべての暗号資産取引ではありません。税制改正の大綱では金融商品取引業者の登録簿に登録される暗号資産などに限る特定暗号資産という条件が示されています。暗号資産取引業を行う登録業者に対する売却や登録業者を通じた売却など対象となる取引の条件があります。海外の無登録業者を使った取引、個人間の取引、登録対象になっていない暗号資産、こうした取引まで同じ扱いになるとは限りません。ここで保有しているだけの場合と利益が確定する取引をした場合も分けて考えます。現在の税務では暗号資産を持っているだけで個人の含み益に毎年所得税がかかるわけではありません。売却して日本円に戻す、別の暗号資産へ交換する、暗号資産で商品やサービスを購入する、こうした場面で利益が実現すると課税関係が生じます。
新しい制度でも、保有期間の長さだけで税率が決まるのではなく、いつ、どの暗号資産、どの業者や方法で譲渡通したか。この組み合わせが重要になります。例えば、以前から国内の登録業者で暗号資産を買い、そのまま長期保有している場合でも、将来売却する時点で、その暗号資産が登録対象になっているか、売却先や取引方法が分離課税の条件に入るかを確認します。反対に、法律の施行後に新しく買った暗号資産でも、銘柄や取引方法が条件の外なら、20% の対象になるとは限りません。購入日だけを見ても、答えは出ないということです。また、税率が下がるまで売却を待てばよいと、単純に決めることもできません。税負担が軽くなる可能性があっても、待っている間に価格が大きく動けば、税率の差より値下がりの影響が大きくなることがあります。生活で使う予定のお金なら、税制だけを理由に出口を先延ばしにしないことも大切です。対象となる銘柄と取引方法は、制度の詳細が整った段階で確認する必要があります。3つ目は、以前から保有している暗号資産の扱いです。ここは私も特に確認したかった部分です。公表されている大綱の文言は、適用開始日後に行う譲渡等を基準にしています。改正後に購入したものだけを対象にするという購入日の条件は、この大綱には書かれていません。そのため、以前から保有している暗号資産でも、適用開始後に対象となる登録業者を通じて売却し、対象となる暗号資産や取引の条件を満たせば、新しい税制の対象になり得ると読めます。ただし、これは公表資料にある適用時期と対象条件を組み合わせた一般的な整理です。取得時期ごとの細かな取り扱い、取得価格の引き継ぎ、交換や決済、ステーキングなどの扱いまで、すべての実務が確定したという意味ではありません。実際に売却するときは、施行後の法律や政令、内閣府令、国税庁の案内、利用している登録業者の説明を確認してください。金額が大きい場合や取引が複雑な場合は、税理士などの専門家へ確認することも大切です。4つ目は、金融商品になれば安心という誤解です。金融商品という言葉には、どこかと整った印象があります。銀行や証券会社で扱う商品と同じように、国が価値を認めたように感じるかもしれません。しかし、規制の目的は、暗号資産の値上がりを支えることではありません。情報を出させること、業者の管理を強くすること、不公正な取引を抑えること、問題が起きた時の責任を明確にすることです。どれも大切な改善ですが、暗号資産そのものの価値を保証するものではありません。ビットコインのように発行者がいない暗号資産もあれば、特定の発行者やプロジェクトがある暗号資産もあります。仕組みも価値の根拠も同じではありません。今回の規制見直しの対象は、現在の資金決済法上の暗号資産です。現在の法律で暗号資産に当たらない NFT や、法定通貨の価値に連動するステーブルコインは、今回の見直しの対象外と説明されています。暗号資産という言葉で、すべてのデジタル資産を一つにまとめないことも大切です。そして、金融商品取引法の対象になっても、預金保険で守られる預金になるわけではありません。NISA の非課税枠で、暗号資産そのものを買えるようになるわけでもありません。価格は需要と供給、市場心理、世界の規制、技術上の問題、大口投資家の売買などで、大きく動く可能性があります。短期間で大きく上がることがある一方、同じ速さで大きく下がることもあります。制度が整うことと、自分が耐えられる値動きかどうかは、別々に判断しなければなりません。もし金融商品という名前だけで、保有額を一気に増やしたくなったなら、その気持ち自体を責める必要はありません。私も実際に、買い増したいと感じたからです。税制が変わる期待、利用者や機関投資家が増える期待、暗号資産が長期で上昇する期待、どれも私の中にあります。ただ、
期待は投資の理由の一部にはなっても、保有上限をなくす理由にはなりません。皆さんは今回のニュースを見て、安心感が増えたでしょうか？それとも、条件が多くて慎重になったでしょうか？感じたことがあれば、一言でもコメントで教えてください。ここからは補足として、この誤解を避けるために、50代が今から確認したいことを整理します。最初に確認したいのは、自分の資産全体に占める暗号資産の割合です。暗号資産だけを見れば、少額に感じるかもしれません。しかし、老後資金や生活防衛資金、住宅ローン、親の介護、子供への支援、これから使う予定のお金まで含めると、取れるリスクは人によって変わります。価格が半分になっても、生活や老後計画を変えずに持ち続けられる範囲か、さらに大きく下がっても、慌てて売却せずにいられる範囲か、まずここを考えます。もう一つ確認したいのは、暗号資産へ回すお金の時間軸です。数年以内に使う可能性があるお金と、長期間使わない余裕資金では、受け入れられる値動きが違います。50代は、運用できる期間がまだある一方で、退職や介護など、まとまった支出が近づく時期でもあります。上昇への期待が強い時ほど、そのお金をいつ使う可能性があるのかを先に確認します。次に、コア資産とサテライト資産を分けます。生活の土台や老後の中心を支える資産と、高い成長を期待する代わりに、大きな値下がりも受け入れる資産。同じ箱で考えないことです。私にとって暗号資産は、今もサテライト枠です。法律が変わっても、この位置づけは変えません。長期保有を前提に、全体資産との比率を確認しながら、少しずつ増やす。これが現時点での私の結論です。さらに、取得価格と取引履歴を整理しておくことです。以前から保有している分が、新しい税制の対象になり得るとしても、利益を計算するには取得価格が必要です。複数の取引所を使っている暗号資産同士を交換した別のウォレットへ移したこうした履歴があるほど後から整理する負担は大きくなります。税率が変わる日を待つだけではなく、年間取引報告書や取引履歴、入出庫の記録、取得価格の計算方法を今のうちに確認しておくことが大切です。最後に、施行日と対象範囲を公式情報で確認することです。見る順番は難しくありません。まず金融庁の改正法と制度説明、次に財務省の税制改正資料、そして国税庁の税務上の案内、最後に利用中の登録業者からの案内です。SNS の短い投稿だけで税率がいつ変わると判断しないことです。特に今なら税金が安くなる金融商品になったから安心、制度変更前に買うべき、こうした強い言い切りを見たときほど対象となる銘柄、取引方法、適用開始日、この3つを確認してください。では今日の内容を4つにまとめます。まず1つ目は、改正法は暗号資産を有価証券とは異なる金融商品として位置づけ、情報開示や業者規制、インサイダー取引規制を整えるものです。2つ目は、税率に 10% は成立日から始まるのではなく、改正法の施行と対象取引の条件を確認する必要があります。3つ目は、以前から持っている暗号資産も、適用開始後の譲渡等と銘柄や業者の条件を満たせば、新税制の対象になり得ます。ただし細かな実務は最新の公式情報で確認が必要です。4つ目は、制度整備は追い風になり得ても、価格や元本の安全を保証するものではありません。全体資産の中でサテライト枠を決め、取得価格と取引履歴を整理してから判断します。今回の法改正は、暗号資産が無条件に安心な資産へ変わったという話ではありません。投資として広がってきた現実に合わせて、情報と市場のルールを整える話です。私は将来の成長に期待しています。だからこそ、期待だけで保有額を決めず、長く持ち続けられる範囲を守りたいと考えています。
大きなニュースほど見出しの勢いではなく、施行日と対象条件を一つずつ確認する、その積み重ねが自分のお金を守りながら機会も残す判断につながります。最後まで時間を使って制度の中身とご自身の判断を丁寧に確認してくださりありがとうございます。今回の内容が参考になったら高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。